こんにちは、みえこです。今日はね、リボンのパターンを使って簡単にできるカバンとポーチを作りましたので、皆様にご紹介しますね。ちょっと大きめのカバンとこのシンプルなポーチですよ。まずはリボンのパターンを作りますね。2種類の布を選んでカットしますよ。布のサイズはこの大きさですよ。そしたらこのように布をセットします。縫い線を書いておくときれいに縫えますよ。書いた線の上をこのように縫います。そして縫い代つけてカットします。続いてこのね、小さい四角とこのように合わせてもう一度縫いますよ。縫い代は全部7ミリで縫いましたよ。そして最後にこの2枚を合わせて半分リボンができますよ。これを縫ったらリボンのパターン完成します。そしたらまずはカバンから作りますね。このようにパターンを並べます。6段並べましたよ。パターンを1列ずつ縫います。次に縫う順番間違いのないように針で留めてこのままミシンのそばに移動します。そして順番に縫いますよ。できました。そしたらもう1枚作ってね。次にプレスですよ。キルト綿に重ねてカットします。これはね、1センチぐらい大きくキルト綿切ってね。裏布はトップから2.5センチから3センチ大きく切ってくださいね。そしてキルトラインの印をつけて
キルトしますよ。ミシンで縫っても大丈夫ですよ。キルトが終わったら余分なキルト綿を切ります。で1枚だけ、裏布このように切りますよ。1箇所だけ残して全部トップと同じ大きさに切ります。もう1枚は裏布切らないでね。でこの周囲を縫います。縫い代7ミリですよ。次にこれね、入れ口だけ残しますよ。あとは布の端を隠すように裏布を折ります。そしてミシンで縫います。次にまちを折ります。まちなくても大丈夫ですよ。次にこのように裏布を折ってもう一度ミシンで縫います。最後に持ち手の紐を縫って完成ですよ。今回は肩にかけて持てるように長い紐をつけました。市販品ですよ。次にポーチ作ります。ポーチはパターン6枚で作ります。これね、全部縫い代7ミリで縫います。裏と表作ったらキルト綿に重ねます。キルト綿は1センチぐらい大きく切ってね。続いて裏布をつけてキルトします。裏布は3センチぐらい大きくしてくださいね。で、入れ口だけまずはキルト綿切ります。で、1枚だけこのように切ってくださいね。もう1枚はキルト綿だけ切ります。次、18センチのファスナー用意します。これね、中心に印つけましたよ。ファスナーをこのように留めて、ファスナーの端縫いますよ。その後裏布をこのように折って布端から5ミリぐらいのところを縫います。
今度はもう一枚のトップにもう一度ファスナーを縫います。裏布を縫い代 1.5 にカットしてファスナーの端を隠します。周囲を今度は縫うんですけど、その前に紐ねついてると使いやすいので紐用意します。残っているキルト綿をこのように入れてミシンで縫います。長さはお好みで作ってくださいね。挟んで周囲を縫いますよ。縫い代7ミリで縫います。金具がね危ないので気をつけてくださいね。針折れそうですよ。そしたら2センチぐらいの縫い代をつけて裏布をカットします。次に布の端を隠すように裏布を折ります。ね、針できれいに留めたら縫ってくださいね。あっという間に完成です。表に返してファスナー入れ口にステッチをすると使いやすくなりますよ。で、これは手縫いで縫いましたよ。はい、完成しました。簡単にできるかわいいリボンのポーチの作り方でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。